いい見方をすれば、落ち着いてて、それでいて、上質で、ワンランク上の大人の走りっていう感じですかね。はい、どうも、ゆうちチャンネルです。今回は NX オーナーが現行レクサス ES300H バージョン L を試乗して感じたことを忖度なくいいところも悪いところも包み隠さず評価していきたいと思います。今回お借りしたこの現行レクサス ES の内外装については以前配信した内外装レビューで詳しく解説してますので、気になる方はそちらもチェックしていただきたいなと思います。実は今撮影している動画を回す前にすでに高速でのベタ踏み加速とかはもうやってきましたし、一通り運転支援についても試してきたんですよ。街乗りでは今回まるっとね、2日間この ES お借りしましたので、すでにね、結構走ってきてます。ってことで早速なんですが、ES300H の試乗してみてどうだったのか。私なりになんですが、勝手にね、評価していきたいと思います。一応今回は日常の運転で重視するであろう5つのカテゴリー別で評価していきたいなと思います。1つ目、ドライビングフィール。2つ目、静粛性。3つ目、インフォテイメント。4つ目、安全性能。5つ目、快適利便性。そして最後に私の総評として、現在のこの ES 価格と装備内容は妥当なのかどうなのか、そちらをですね、私目線で評価していきたいなと思います。で、それで評価軸なんですが、以前やった NX1 年評価でも使用した上から S、A、B、C の4段階評価でやっていきたいなと思います。100点満点中ですね、おおよそ何点なのかはご覧の通りとなってますので、よかったらね、そちらも参考にしてみてください。では、いつも通りですね、車のポテンシャルを測るには、もうね、ベタ踏み加速してみるのが一番手っ取り早いですので、まずはね、ベタ踏み加速した際の私のね、率直な反応をご覧いただきたいかなと思います。では、どうぞ。さあ、じゃあ高速試乗レビューやっていきましょう。いきなりね、もうスポーツモードでいきます。3、2、1、GO! 普通に速いは速いですね。2.5 リッターとハイブリッドバッテリーの組み合わせなんで、システム最高出力的には240馬力、240もないか。220馬力ぐらいですかね、確か。なんで、普通に踏めば、ちゃんと、くんと走ります。でも、そんなめちゃめちゃ速いかって言われたら、そうでもないですね。ただ、日常域で使う分には、十分かなと思います。中間加速もね、試してみたいので、ちょっと踏んでいきましょうか。では、行きます。3、2、1、GO!普通ですね。そんなめっちゃ速いかって言われると、そうでもない感じですね。ってな感じでですね、皆さんがご覧になられた通り、言うて、そこまでね、すごい加速性能ではなかったんですよ。なんて言ったらいいんですかね。こうね、すべてが丸く収まってるっていうか、トゲがない走りっていうんですかね。ちょっとね、言い方悪いですね。いい見方をすれば、落ち着いてて、それでいて、上質で、ワンランク上の大人の走りっていう感じですかね。ってことで、一つ目、ドライビングフィールの評価なんですが、私的には A 判定としたいと思います。結構ですね、他の YouTuber さんとかは、このね、ES をすごくね、高く評価している方が多いみたいなんですけど、私的には正直 S はつかないですね。価格的に見てしまえば、どうしてもね、シビアに見てしまう自分がいるんですよ。というのも、はっきり言ってですね、走ってて、大してね、面白くはないんですよ。で、多分なんですが、この車はどちらかというと、ショーファーセダン色が強い車両なのかなと感じました。運転を楽しむっていうよりかは、誰かに運転してもらって、自分は後席で優雅にくつろぐ。運転もゆったり優雅に。そういったスタイルが似合う車なのかなと
思います。ただ、この ES300H は見た目はね、結構大きく見えるんですけど、車両重量は1730キロと意外とね、軽いんですよね。で、このあたりはやはりね、FF 車のメリットがね、結構出てるなと感じました。なので、システム最高出力は218馬力とね、ちょっとね、非力なんですけど、踏めばそれなりにちゃんと加速していきます。メーターをね、見てみると、ぐんぐん速度が上がっていくのはわかるんですけど、運転しててそこまでのね、加速感をね、こう感じないっていうか、逆に言えば、加速時、車両の挙動自体もちゃんと安定してますし、乗員にね、違和感を感じさせず、すんなり加速してしまうっていうことなんで、それはそれでね、結構すごいことなのかもしれないですね。なので、普段使いであれば特にね、不足は感じないのかなと思います。ただ、個人的にはもっとね、荒々しい感じが好きなので、できればもう少しね、パワーがあると、さらに走りがより一層楽しいのになと感じました。そもそもですね、ES のコンセプトって走行性能特化型とかではなくて、基本は上質な乗り心地と快適性を重視した車だと思いますので、その観点で見れば十分満足できる1台なのかなと思います。乗り心地はね、本当にね、いいですよ。極上のね、乗り心地かと思います。で、こちらの車両はバージョン L なんで、ナビ AI AVS は採用されてないんですが、その代わりにスイングバルブショックアブソーバーを採用してます。このシステムはアブソーバーのストローク速度が極めて低い場合であっても減衰力を発揮することが可能になるみたいで、そのおかげなのかどうかちょっとわからないですけど、発進時の低速域から高速走行時までね、滑らかで上質な乗り心地でした。細かい段差とか、継ぎ目もね、しなやかにいなしてくれます。お尻がこう突き上げられるっていう感じはね、ほとんど感じませんでした。ですので、乗り心地はね、ほんと快適の一言かと思います。そして、ハンドリングなんですけど、ハンドリングもね、結構いいんですよ。走行モードがノーマルの状態ですでにね、若干重めのステアとなってますんで、結構ね、私好みなんですよ。で、こうやってね、走っててもハンドルが乱れることがなくて、直進安定性はね、かなり高いなと感じます。安心できますね。で、レクサスのね、ステアフィールってほんとね、上質でちょうどいい感じなんですよね。で、しかも、フロントリアともにパフォーマンスダンパーが標準装備されてますんで、カーブでもね、街中の右左折とかもかなりロール抑えられてますし、もちろん走行時のね、微振動とかも軽減されてると思います。車両剛性も高いですので、もうクイクイね、曲がっていきます。アクティブコーナリングアシストもね、入ってますしね。続いて、2つ目。静粛性はね、どうかっていうと、結論、めっちゃ静かなんですよ。街中ではマジで快適だと思います。判定はね、文句なしの S 評価ですね。フロントリアともに遮音ガラス採用してますし、アクティブノイズコントロールもこの ES 標準装備してます。そして足元にはノイズリダクションアルミホイール採用してますので、そりゃね、静粛性もね、高いはずだわっていう感じです。エンジンルーム内からの遮音対策も念入りに行っていると思います。エンジン自体はね、2.5 リッターの直4と NX350H と同じはずなのに、明らかにね、こちらの方が踏み込んだ時のエンジン音が静かなんですよね。ここでも ANC が貢献してると思うんですが、ES の車内静粛性レベルはほんとね、高いなと感じました。私がね、唯一気になった点としては、高速走行した時に若干ね、ロードノイズだけがね、やっぱ気になるかなって感じです。別にね、うるさいわけではないんですよ。車内の静粛性が高いがゆえに、こういったね、一部の音だけが突出して気になってしまう現象なのかなと思います。もしかすると、純正のね、このタイヤ、18インチのダンロップの SP スポーツマックス履いてるんですが、こちらとのタイヤの相性がね、いまいちなだけな可能性もありますね。ともあれね、さすが高級セダン ES です。静粛性は文句ないレベルだなと感じました。続いて3つ目、インフォテイメントはどうかというと、私の個人的な評価はA となっちゃいますかね。これはね、どうしてもね、仕方ないと思うんですよ。
私はそもそも目新しいもの好きですので、現状の最新装備でもある大型ナビゲーションディスプレイとかですね、フル液晶メーターとか、電子シフト、こういった系統がかなり好きな人種なんですよ。なんで、そもそもこの ES 自体、マイナーチェンジが行われたのが2021年でしたので、基本的な装備やデザインは当時の世代のまま来てしまってますので、ここはね、まあ仕方がないのかなと思います。でも、悪い点ばっかりではないと思います。レクサス伝統の古き良き、このね、アナログ時計っていうのはちゃんと残ってますし、ナビも新しい世代のコネクテッド対応のディスプレイナビプラスとなってますので、もちろんカープレイ機器とかは使用できます。それに、ちゃんとヘッドアップディスプレイも装備されてますので、基本的な情報量には問題はないんですけど、現状の新型車両、特にフル液晶メーター採用車両と比べてしまうと、少し遅れを取ってしまっている感は出ちゃいますよね。それと、エンターテインメント性で言えば、アンビエントライトがね、少なすぎですね。一応ね、ドアトリム部と足元、あとドアハンドル部には照明あるんですけど、正直足元以外はね、ちょっと光量が少なすぎて、存在感が全くないんですよ。で、しかも白色しか設定がありませんので、そちらもね、色が変えられないっていうのがちょっと残念なポイントですね。せっかくこの ES、高級ラグジュアリーセダンのポテンシャル自体を十分にね、発揮しきれていないんじゃないかなっていう感はあります。なので、このあたりはレクサス中国で発表された新型 ES の早期日本導入を私としては期待してしまいますね。今年中にね、なんとか発表が聞けるといいなと思います。そして4つ目。安全性能の評価はというと、これはね、残念なんですが、B 判定としたいと思います。減点理由はですね、まず、プロアクティブドライビングアシストがついてないんですよ。で、何よりね、ここがね、最も痛い部分ですね。日頃から PDA 装着車両に乗ってると、やっぱついてない車に乗ると結構違和感があって、ブレーキを踏むタイミングが遅くなりがちなんですよね。PDA がついてれば、車間が縮まれば自動的にね、減速支援を行ってくれますので、本当にね、ブレーキを踏む回数っていうのが極端に少なくなるんですよ。だからそう思うと、やっぱり PDA っていう機能は素晴らしい機能なんだなっていうのはね、もうほんと痛感しました。あと、この現行 ES って結構ね、予防安全装備でついてない装備が多いんですよ。アドバンストドライブでしょ。で、あと、アドバンストパーク、プリクラッシュセーフティも、一世代前のシステムですし、緊急操舵支援とか、レーンチェンジアシスト、あと、フロントクロストラフィックアラートもだし、もちろんね、後方車両接近告知とか、セカンダリーコリジョンブレーキ、周辺車両接近時サポートとかもついてないですし、E ラッチもね、当然非採用ですので、安心降車アシストとかもついてないんですよね。でね、今挙げただけでも、かなりのね、安全装備がついてないんだなって感じませんか？なんで、ここでもレクサスセーフティーシステムプラスのバージョンがどうしてもね、球体依然としてるのがわかるかと思います。ES 唯一の特別装備だと言えるのがデジタルアウターミラーっていうね、サイドミラーだと思うんですけど、これはね、正直ね、好き嫌い分かれるところなんじゃないかなと思います。少なくとも私はね、通常ミラーの方がかっこいいなと初見では感じました。車内のサイドにモニターが追加されますので、確かにね、安全性、視認性は良くなると思いますし、先進性は出るんですけど、サイドミラー自体がめっちゃ細くなりますので、私としてはね、違和感しかないんですよね。それに、価格自体もバージョン L で装着するとなると22万円はしますし、F スポーツだとさらにね、金額上がって約29万円と、オプション金額自体も結構高いんですよね。で、そして最後、5つ目の快適利便性の評価なんですが、こちらはね、ギリで A 判定としたいかなと思います。全体的に見ればですね、ドライバーとしても乗員目線で見ても快適度は高いなと思います。基本的な快適装備であるシートヒーターですとかベンチレーション、ハンドルヒーターとかトリプルゾーンコントロールエアコン、オートスライドアウェイ機能とかサンルーフって、そういったね、高級車装備っていうのは全て標準で装備されてます。
バージョン L なんで、後席にもパワーシート装備されてますし、後席からオーディオソースの操作もできますので、そういった部分では高級車前としてて全然評価できるんですが、GS がね、なくなった今、LS の下に位置するショーファーセダンとして見るのであれば、やっぱりね、全ドア、イージークローザーを装備してたり、フロント席のマッサージ機能とか、もう欲を言えばね、オプションでもいいので、後席にもベンチレーションですとか、簡単なリフレッシュ機能を搭載するとか、置くだけ充電を設定するとかですね。そういった特別装備がやっぱり欲しいところだなと感じました。同じプラットフォームを採用するライバル車両でもあるクラウンですとかカムリ、それ以上のね、特別感をそういった部分で感じさせてくれたら S をつけてもいいのになと思います。あと、これがね、一番ネックなんですけど、全長がね、約5メートル近くありますので、かなりのね、ロングボディで FF ベース車ですので、取り回しはね、結構正直しにくいなと感じました。小回りはね、もう全然効かないんですよ。で、実際、最小回転半径は 5.9 メートルなんで、もう RX と一緒なんですよね。なので、改良後のね、新型 ES 日本で導入されるときは、できればね、DRS が標準装備となればいいのになと感じましたね。で、そうなると、E4 とかのね、4駆設定モデルが当然必要になってくるとは思います。現状ね、FF の2駆モデルしかね、この ES 設定がありませんのでね。ただ、経済的観点で言えば、燃費もカタログ値で 22.3 キロとなってますし、燃料もレギュラーですので、このあたりはね、結構優秀なんじゃないかなと感じますね。ということで、今回は現行 ES300H 試乗してみての率直に感じたことを当チャンネル目線でお伝えさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。個人的な総評としてはですね、現行 ES は間違いなくいい車ではあります。走行性能も日常使いで不満に感じることはおそらくないでしょうし、静粛性は文句ないくらい高いです。使っている素材も上質なものを使用していると思います。シートはセミアニリン本革ですしね。乗り心地もさすが ES だなって感じるぐらい乗る方を納得させられるだけの快適で上品な乗り心地だと感じました。ただ、肝心な予防安全装備ですとかインテリアのデザイン、インフォテイメントの部分では一世代前の車、そういったね、印象を感じてしまうのも事実ですし、さすがレクサスだなっていうね、先進的な装備感が現行 ES では感じられにくい車内装備となってしまってるんじゃないかなと、そう思ったのも正直な感想ですね。なんで、私としては万が一このセダンのリセールが今の SUV 勢と同じくらい高リセールだったとしても、多分今の現行この ES は買わないんじゃないかなと思います。私だったらモデルチェンジの内容を待って購入するか、どうしても乗り換えなきゃいけないのであれば中古で探すですとか、もしかすると他のモデルをね、検討するっていうこともあるのかなと思います。乗り出し価格が約ね、800万近いと考えたら、クラウンクロスオーバーの RS だって買える価格帯に入ってきますし、もう少しね、予算を出せば、現行クラウンだって買えちゃいますからね。最後までご視聴いただきありがとうございます。当チャンネルはこんな感じでレクサス関連のあれこれを自由気ままに毎週配信しております。よかったらいいねやチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。